皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、渓谷の自動車産業についてです。2019年、あの国の経済は、ムン・ジェイン大統領が指導することによって、リーマンショック級のダメージを受けました。不況に陥るほどではないにしても、大きく経済発展が遅れたその事実は覆せません。そしてこれは、海外要因の原因と、そしてムン・ジェイン大統領自身の行っている経済政策、この2つの悪化要因があったために、渓谷の経済はリーマンショック級のダメージを受けました。そして自動車産業は海外の需要減退に加えて国内ではある要因によって大きなマイナス、リーマンショック級のダメージを受けることになりました。そしてリーマンショック級のダメージを受けた渓谷の自動車産業が今どのような状況なのか記事を追っていきましょう。それではニュースをお聞きください。スト繰り返しに本社も支援中断。生死の岐路に立つ渓谷中堅自動車3社、渓谷 GM、ルノーサムスン自動車、総流自動車の外国系自動車3社が生死の岐路に立っている。これら3社の昨年の自動車生産規模は金融危機直後の2009年より少なかった。長期間の販売不振と構造調整、労働組合リスクなどが重なった結果だ。渓谷自動車産業協会によると、現代キア自動車を除いた渓谷 GM、ルノーサムスン、総流車の中堅3社は昨年70万7765台の自動車を生産した。不振だった2018年80万台に比べ 11.8% 減少した。グローバル金融危機直後の2009年75万台よりも生産台数が少ない10年前の水準に戻ったのだ。生産の崖を迎えた理由は複合的だ。2017年のサード高高度防衛ミサイル国内配備に対する中国の報復に続き、2018年の渓谷 GM 訓産工場閉鎖までが重なり、3年近く苦戦してきた後遺症が続いているという分析だ。労働組合の週間制ストライキも生産減少につながったと指摘されている。今後がさらに問題だ。ルノーサムスンの日産ローグ受託生産は今年3月に終わる。年間生産台数のおよそ半分が消える。総流車は新車も出せない。渓谷 GM もしばらくは生産台数を増やすのが難しい状況だ。危機は部品業界に転移している。ある部品会社代表は、中堅3社の不振が長期化すれば、赤字に苦しんできた部品会社は持ちこたえるのが難しいと話した。ルノーサムスンの SM5、渓谷 GM のスパーク、総流自動車のチボリ、かつて渓谷自動車市場で大ヒットした車だ。数年前まで渓谷 GM、ルノーサムスン、総流車の外国系自動車3社は、現代自動車とキア自動車を緊張させる企業だった。しかしこれら3社の存在感は大きく弱まった。3社の自動車は2018年から国内10大ベストセリングカーに一つも入っていない。国内販売台数は2016年から3年連続で減少した。3社の昨年の輸出台数は45万台と前年比で 15.4% 減少した。労働組合はストライキを繰り返し、大株主の海外本社は渓谷での生産規模を減らしている。ストライキ繰り返す労働組合。ルノーサムスン労働組合は基本給引き上げを要求しながら昨年末からストライキと交渉を繰り返している。2018年10月から昨年6月まで続いた労使葛藤の末、2018年度賃金及び団体協約交渉を終えたが、労働組合は6ヶ月後にまたストライキに入った。会社側は2018年末に現在の労働組合執行部になった後、500時間近いストライキがあり、4500億ウォン、約420億円規模の売上損失が発生したと明らかにした。会社は基本給をさらに上げれば、フランス・パリのルノー本社から輸出物量の配分を受けられないと訴えているが、労働組合は不動の姿勢だ。会社側は、ルノーサムスンプサン工場の平均賃金が世界のルノー工場の中で最高水準だと説明するが、受け入れられない。同社の労働組合はむしろ、現代キア社と比較して賃金が低いと主張する。業界関係者は、ルノー本社が輸出物量を配分しなければ、生存が不透明なルノーサムスンと、渓谷1位で世界5位の現代キア社の賃金を比較するのは話にならないと指摘した。渓谷工場に関心ない海外本社。グローバル自動車市場が低迷し、渓谷 GM、ルノーサムスン、総流車の3社の海外本社は、次第に渓谷に背を向けている。
警国に配分していた物量を抜くなど投資に消極的だ。ルノーは欧州地域工場、GM はアメリカ及び南米地域工場を優先する姿だ。一部の専門家は GM とルノーは警国をいつでも撤収できる生産基地と見ているようだと憂慮した。業界では3社の海外本社が警国に背を向けているのは結局後進的な労使関係のためだと見ている。ある外国系自動車企業の関係者は強硬な労働組合のストライキが日常化している警国に対して生産物量を追加で配分するのは難しいと指摘した。このように自動車メーカーがストライキばかりに陥っているために、その部品関係の会社も危機に陥っています。警国自動車部品会社も危機、4社に1社が赤字。警国自動車企業の経営難が部品会社の危機につながっている。国内自動車部品会社の4社に1社は赤字を免れず、業界全般に危機感が広がっているという指摘が出ている。自動車業界によると、2018年の上場企業83社の営業利益率は平均 2.3% に過ぎなかった。うち21社が赤字だった。一時協力会社505社に範囲を拡大すると状況はさらに深刻だ。これら会社の平均営業利益率は 1.9% と上場企業の平均値を下回った。赤字企業も 23.6% の119社だった。2019年1から9月期に入っても赤字企業は4社に1社 24.1% 程度だったと説明した。現代の自動車製造においてはジャストオンタイム、必要な時に必要な部品を集めてそして完成させるというのが主流になっています。ですからさあ自動車を作ろう、組み立て工場を動かそうといった時に、いやもうこの工場はストですよ、動きませんよというふうなことになれば、その部品会社というものは必ずダメージを受けるものです。しかも現代では自動車の生産拠点というものが世界各国に存在しており、それぞれの製造工場でそれぞれの部品会社が動いているものです。ですから、警国の自動車工場が動かないといった時に、じゃあ海外に輸出すればいいやといったことはあまり通用しません。それぞれ別の地域に存在している工場は、やはりその地域の近くに部品工場がもう建っていて、必要な時にすぐに部品を受け入れられるようにしています。ですから、警国の工場が止まってしまうと、その工場に連なっている部品工場というものは、漏れなくダメージを激しく受けることになります。そして、自動車メーカーは、部品各社に対しては、コストダウンを強く迫ります。もうほんのちょっと下げろといったことを繰り返し行っており、決して利益が大きく出るようなことはありません。ですからこの記事の中でも触れられていたように、部品会社の利益率というものは非常に低いものになっています。ところが自動車を完成させる方の工場では、我々はこの車を作っているのだ。この車から利益が出ているだろう。だからもっと給料をよこせということが日常的に行われています。多くの部品会社に支えられてメーカーが存在している。まさにそうした基本的なことすら労働組合は全く理解していません。我々のメーカーは世界各国に工場があり、そして大きな利益を上げているんだろう。だから我々にももっと給料、もっと手当を、もっと労働条件を向上させろという、果てしない条件闘争を行ってしまうわけです。こういったストライキをいつになに経っても続ける、そういった姿勢を続ける労働組合に、海外の企業がなんだこの国はと疑問を持ち、そしてもうなんとか他の国の工場の生産能力を上げて、もう警国に頼らないようにしようと考えるのはとても自然なことです。むしろ警国ではこうした労働組合によるストが非常に多いことというのは、現地調査を行えばしっかりとわかるはずなのに、一体なぜ外資系の会社はこういったことを気づかないのか、そして進出してしまうのか、むしろ私はそのことについて疑問すら持ちます。この労働組合のストライキが続くことによって、一体誰が最終的に損をするかといえば、働いている人たちそのものです。海外にある本社が警国での製造についてもっと縮小しよう、工場を閉鎖しよう、撤退しようという段階が進むごとに、現地の労働者たちが次々と職を失うのです。警国の労働組合というのはそういった未来についてはほとんど気にする様子もなく、とにかくお金を、とにかく手当を、とにかく待遇を良くせよといったことを全く言うことをやめようとしません。
そしてこういった事実があるにもかかわらず、時には日本企業もあの国に進出して工場を建てようといったこともあるのですから、非常に耳を疑う事態です。一体あの国に工場を建てるメリットが一体どこにあるんだろうと私などはいつも思ってしまいます。皆さんの中で、渓谷に日本企業が進出して工場を建てている、そのメリットというものを知っている方がいれば、ぜひともコメントで私に教えてくれると嬉しいです。それではニュースについてはここまで。ここからは少し余談になります。今回取り上げる余談は、私の動画をコピーしてアップロードしていたというような事件があったので、そのことについて少しお話をしていきます。この YouTube の世界では、人気になった人の動画をコピーしてアップロードする人というものが必ず出てきます。お隣の国の話題を取り扱うこのジャンルにおいては、カッパ園長さんなどがまさにそうした人気があって、そしてコピーされてアップロードされてしまう人として非常に有名です。カッパ園長さんのアカウントが一度バーンされた時などは、複数のサイトが乱立して、それらが動画を次々とアップロードして、10本20本と動画を公開しているような状況なども起こりました。今回私の動画をコピーしてアップロードしていた人というのは、あまり組織的な動きには見えなかったのですが、ついに私もコピーされるようになってしまったのかと少し警戒を強めています。YouTube のコミュニティタブで皆さんにこのコピーして動画を上げている人に対する通報を呼びかけて多くの人が参加してくれました。ありがとうございます。そのアップロードしている人のアカウントというものは現在消えています。今回は無事にそうした結末を迎えることができたわけですが、動画をコピーしてアップロードしている人がいるのかどうかというのは実際にはなかなかわかるものではありません。ですから YouTube を見ていてたまたま私の動画をコピーしたものを見つけたという方がいれば、ぜひとも動画のコメントでお知らせをしてもらえると嬉しいです。私自身も YouTube の運営を通してそうした動画について著作権侵害を報告したりもしますし、皆さんに通報の呼びかけなども行うことができます。一人では対処することが難しい問題ですので、ぜひとも皆さんの協力をもらえると嬉しいです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない人はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。それでは動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。